起立。礼。先生さようなら。皆さんさようなら。あれから15年。お疲れ様でした。また明日よろしくお願いします。ではまた。さようならって本当に使わないな。小学校の時は毎日言ってたのに。不思議。皆さんこんにちは。聞く日本語のあずさです。結構前になりますが、日本人はこんにちはを言わないという動画をアップしました。皆さんもう見てくれましたか？今日はもう一つ本当にベーシックなのに全然使わない挨拶を紹介したいと思います。それはさようなら。さようなら。別れの挨拶といえばさようならじゃないの？教科書は嘘を教えていたの？皆さんからこんな声が聞こえてきそうです。さようならは別れの挨拶です。しかし、驚くことに日常会話で使われることはあまりありません。特に相手と1対1で会話をするときには、さようならはほとんど使わないんです。今日はこのさようならについての興味深いエピソードと、さようならの代わりに使える自然な挨拶を紹介します。とっても大切なので、ぜひ最後まで見てくださいね。まず、さようならはどんな時に使うのでしょうか？これを考えたとき、私が真っ先に思いつくのは、この動画の最初のシーンです。そうです。学校です。生徒が学校から帰るとき、先生さようならと言います。先生も生徒にさようならと返します。こんなやりとりを毎日していたのに、なぜ大人になってからさようならをあまり使わなくなるのでしょうか？ある調査で30人の大人にさようならまたはさよならを使うかどうかインタビューをしました。すると21人が使わないと回答したそうです。なぜ使わないのでしょうか？インタビューをされた人たちにはこんな意見が多く見られました。それは、さようならと聞くともう会わないような気がする。なんだか冷たく感じる。このもう会わないような気がするという感覚についてもう少し詳しく説明しましょう。例えばドラマなどでカップルが別れるシーンがあります。その時、さようならと言って別れます。これはもうあなたと会いませんというニュアンスが感じられます。さようならにはこのような永遠の別れという意味はありません。さようならのもともとの言葉はさようならばという言葉です。これは現代のそれではまたという意味になります。ではなぜさようならがもう会わないような印象を与えるようになったのでしょうか？私が読んだ新聞記事にはこのように書かれていました。
演歌や歌謡曲、J-POP などによってさようならイコール男女の悲しい別れといったイメージが広がった可能性があります。確かに曲名にさようならが入っている曲は大体が悲しい恋愛ソングです。例えば、オフコースというバンドのさよならという曲はあまりにも有名です。とても切ない悲しい別れの曲です。概要欄に曲のリンクを貼っておきますので、ぜひ聴いてみてください。悲しいけれど、すごくいい曲ですよ。さて、ここまで聞いてくださっている皆さんは、不思議に思っていることでしょうね。さようならを使わないんだったら、どうやって別れの挨拶をするの？実は、別れの挨拶にはいろいろなバリエーションがあります。これからその中でも特にたくさん使う挨拶をいくつか紹介しますね。まずは友達と別れる時の挨拶から見てみましょう。一番スタンダードなのは、じゃあまたね。じゃあまたね。もっと短く、じゃあねとか、またねということも多いです。これは、また会おうねというニュアンスが感じられるポジティブな別れの挨拶です。面と向かって使うこともできるし、電話を切るときにも使えます。それから、日本語ではないけれど、バイバイもよく使われます。私もいつも動画の最後にバイバイと言います。このバイバイという挨拶はもともと英語の言葉とは感じられないくらい日本人の間でも一般的に使われます。このじゃあまたねとバイバイは頻繁に会う友達に対してよく使われます。なかなか会えない友達、次いつ会えるかわからない友達には元気でねと言ったりします。元気でね、またねというふうに。これもポジティブな印象を受けますね。それでは次に会社の同僚や上司、お客様などフォーマルな場面での別れの挨拶を紹介します。仕事に関係する相手に一番よく使うのは、お疲れ様です。お疲れ様です。実は、お疲れ様ですは、こんにちはの代わりとしても使われます。とても便利なフレーズですね。もう少しカジュアルに言いたいときは、ではまたもよく使います。ではまた。これはさっき紹介したまたねを少し丁寧にしたバージョンです。もう少しフォーマルな感じに言いたいときは、次のフレーズがおすすめです。失礼します。失礼します。またはもっと丁寧に、失礼いたします。失礼いたします。これはお客様に対して使うことが多いです。お客様との電話を切るときも、失礼いたしますと言います。とても丁寧な印象を与えるので、ビジネスのシーンでは特におすすめです。いかがでしたか？さようならの代わりにこんなにたくさんのお別れのフレーズがあります。
皆さんも今日勉強したフレーズを使ってみてくださいね。それでは、さようならじゃなくて、バイバーイ。